皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回はですね、将棋を指しました対局の解説編をお届けいたします。戦型がですね、私の矢倉に対して相手の方の菊水矢倉というね、相居飛車の対抗形になりました。相居飛車の対抗形といってもですね、鎧義対矢倉という対抗形ではなくて、菊水矢倉対矢倉というのはね、主流とはね、ちょっと違う形かもしれませんが、ただ菊水矢倉という囲いは、おそらくね、アマチュアの方々の中でもね、非常に人気のある囲いの一つなのではないかなと思います。皆様に解説いたしますので、参考にしていただければなと思います。ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速大盤の方で解説していきます。今回私がね、先手番です。26、8、3四歩、7六、4四歩とね、振り飛車、あるいは力戦の居飛車というスタートですね。2五歩、3三角、4八銀で5四歩とで、5六歩にここでね飛車を回れば振り飛車なんですが、5二金右とねありました。で、7八銀に3二金と、これでね居飛車の形が確定ですね。で私の方もね腰掛銀もう5六ついてるんで腰掛銀という形ではなくて7九角と引いて、2筋の歩交換をね狙う指し方ですね。はい。で7九角に対して4三金右と、この金の2手でね若干旧式の形ですよね。この金で銀金の形ですとね、近年非常にね多く指されている雁木の形になるんですけれども、5二金4三金という駒組みで善悪は別ですよ。もちろんこれが悪いというわけではなくて少し旧式のね形となっております。で4三金右に対して、7七銀で後手6二銀、これは駒組みですね。で5八金右、5三銀と、そして、6六歩、4一玉、7八金と。先手の方のポイントとしては2四歩をいつ突くかっていうのが一つポイントですね。もうすぐ突いてしまって交換に行く手もありますし、実戦のように、ある程度保留しまして相手の方の角が動いた瞬間に2四歩と突くというのが2つ目ね指し方です。すぐ突いてしまうのが1つ目で、角を動いた瞬間に突いていくのが2つ目、あるいは2四歩を突くぞと見せて実は突かないで角の頭を狙っていうのが3つ目とかね、こういう主に3つの指し方があります。で、2四歩早く突けばね一番シンプルなんですけれども、後手としてもね早く2四歩と突いてきてくれれば先手の作戦が明示されるのでいいんですけど、こうね保留されるといつ突いてくるのか、あるいは突いてこないで角と頭狙ってくるのかっていうこともあるので、先手としてはね、ちょっと欲張った指し方なんですけれども、2四歩を後回しにする指し方を本局ね私は選びました。でそういった意味でねこう矢倉の囲いを進めております。で後手の方のね形が飛車がまだね飛車先の歩もついてないので、基本的には後手の方から先にバンバン攻められてしまうということを気にする必要がないというのが先手としてはある程度気楽に戦えるとこですね。これを保留したからゆえにどんどん攻められちゃうとかそういうことがね飛車先が動いてないのでないよっていうことです。で、5七八金に2二銀といったことがありました。そして、6九玉とね頑張りまして、で後手も3一玉と、お互いこう2筋がね私の方が引っ張ってるんで相手の方もねこう2筋突きでもいいような駒組みで駒組みを進めているという状況ですね。でここで、3六歩と突きました。ここで2四歩と突く手はね当然考えられるところです。2四歩と突いて同歩同角となると、これはね先ほどの本局の順とは全く違った展開が想像できますね。これですと絶対角交換になるので、同角と取って同飛車に一つの例としては2三銀と上がってね飛車を引かせて2四歩と、これで銀冠に組むとね、これは一局の将棋ですね。銀冠の後継に組めるんですが、先手の方も角と歩でね歩を持ちまして、銀冠対矢倉の戦い、これが一つ考えられたところです。実戦は3六歩とねさらに欲張ったわけですね。これね3六歩とね、でこれでも何かね実際5一角と動いたんですけど、これでも何か指すのは結構難しいんですね後手もね。さらに頑張って何か指すといっても、例えば8四歩みたいな手だとこれ2四歩突く手もありますし、もしかしたら3五歩とね今度角の頭を先ほど言った第3の手ですよね、角の頭を狙うような手も出てくるのでここ難しいです。もちろん何か8四歩とか7四歩とか突く手だったと思うんですけど、5一角とねついに角が動きました。でね角が動いたので私は2四歩とね突きました。もちろんこれね高度なテクニックで角が引いても突かないで銀を上がるような手もあるところです。これで矢倉をさせて3五歩と突いて動くとね
まあこれはちょっとプロ向けの指し方ですね。こうあえてこう角を交換しないで攻めていくとね、まあ実戦は5一角を待って2四歩と突きました。これねちょっと強い方はお分かりいただけるかなと思うんですけど、こう角を引いた後に2四歩同角といけば、これちょっとずるい指し方で、同角取ってくると一手得するんですね。ずるいというか結構分かりやすいですけど、角が下がった後に2四歩同角といけば、同角なら同飛車で一手ねこう3六歩の一手をかすめ止めるとね、だからこう先手がちょっと欲張った指し方だよってことなんですね。ただ2四歩同角に本譜を加えた方は3三桂と。まあそうですよね。まあ同角だと、まあ一手損しても同角って取る指し方も実はあるんですけど、3三桂の方が主張ある指し方ですかね。角は引けてるので角交換拒否だよと。だから先ほど言ったように2四歩すぐ行く将棋と全然違う将棋になるよって言ったのはこういうことですね。で、6八角と、まあ角交換ならないで撤退しまして、2三歩と。まあここがまあ作戦のまあ分岐点ですね。序盤で長考したと思うんですけれども、まあこう一歩持ててね、まずはこう先手としては満足なんですけど、後手の方の出方をね考えないといけない。でこの菊水矢倉って指し方のまあ魅力いろいろあるんですけど、一つには、まあ、後手だけ取るとこう4五歩4四銀とね、ここに銀の形を作ってプラス7四歩7三角と、この形を作るのがね結構菊水矢倉の一つの理想形なんですよね。こうすることによって角の睨みで飛車を圧迫して、かつここに銀が来ることで非常にこの辺が手厚くなるんですね。例えばまあ3七桂という形で受けた後にね、これすごく攻めにくいんです、後手の方ね。後手の形をこうなんですかね、桂馬を飛んでいくわけにもいかないですし、むしろ後手がどこかで一歩持つとこう3五歩とねついて同歩に3六歩という手を狙われる。まあ現状は持ってないですけどね、どこかで歩を持てば狙われる。でかつこう一回止まったんですけど、例えばまあ2九飛車とか引けばね、まあこう睨みは解除できるんですけど、この4八の銀が動けないんですよね。これね4八の銀がこう角が効いてる以上釘付けで銀が出てけないとこれ攻めが相当難しいと。で後手の方が5五歩とか先ほど言ったようにね一歩持った時に3五歩とか狙われるんで、これ何気ないような局面なんですけれども、後手のこの理想形ですね、この4五歩4四銀7三角っていうフォーメーションを、まあ、組まれるのを想定しておかないといけないです。これ菊水矢倉を指された場合は今の形が後手の形の理想形なので、それを指されていいものなのかどうなのかっていうのを考えて指す必要がある。これちょっと難しい話なんですけどね。まあ実戦はこれで4六歩と突きました。それがもうまさにこの4六歩はもう一番ストレートにまあ理想形を消してですね、こう突くことで4五歩4四銀というね盛り上がりを消したと。で4六歩と突いて7四歩に4七銀と上がれば、まあこれですとね、例えば7三角と上がっても3七桂と飛ぶと比較的スムーズにこう銀がね押し込まれないで駒組みできますよね。こう組んでおけば後々ね、例えば2五桂も飛びやすい。一つまあ極端な例を言うと2五桂同桂同飛車という感じで桂交換もしやすいですよね。先ほどのこういう格好ですとね、桂交換すると今日取られちゃってたんで。なので、まあ、4六4七銀型で、まあ、菊水矢倉の盛り上がりを阻止したというのが、まあ、この序盤の一つのね、まあ、ポイントになりますね。先手側のねポイント。まあこの指し方が絶対いいよってわけではなくて、こうやれば一応菊水矢倉の一番のね、特徴、菊水矢倉に困ってるって方はぜひねこの指し方参考にしてみてください。4筋の位を保ってみる。そうすると押し込まれなくなるということです。で7四歩4七銀に8四歩と進んで3七桂に8五歩といった感じで、まあ、序盤が進んできました。まあこれですとね押し込まれないで指せたよということで、まあ一歩持ってね一局互角の将棋なんですけれども、まあ、序盤としてはねこういう指し方が一つポイントになります。はい、続きましてね、いよいよ中盤戦といったあたりを解説していきたいと思います。あれからですね局面が進みまして、今ね相手の方が6四歩とついたところですね。で、対局の時も言ったんですけど、相手の方がね7つじゃなくて8に出たのがねさすがの一手でして、4六歩早めについたので、こちらに角を出て牽制するよりも銀が上ずったこのね飛車の脇を狙うっていう指し方にシフトしたんですね。これは相手の方は非常にやっぱ菊水矢倉を指し慣れてるね証拠かなと思います。で今6四歩と突かれていよいよもう6五歩が来そうな局面ですね。で直前についた9四歩の受けてないんですね。これ9四歩と9六歩と受けとくっても自然なんですけど、受けてしまうとやっぱ1手遅れるので、まあ、これで6五歩と仕掛けられてしまうと。でこれは相手の方にも言えることで、相手の方もねこう2一玉と1手ね寄るとこう菊水矢倉ではまあ非常によく出てくる光景になるんですけど、まあ、玉を寄るとやっぱ1手遅れるから先手攻めがねより早くなるということで、お互いになんていうんですかね、まあちょっとずつ指したい手を削り合って攻めの形を作っていくっていうところだったんですね。
もちろんここで穏やかにね3八飛車という手は一つ考えられます。これはどういう意味かと言いますと、6五歩に同歩と取れるようにしてね角の鳴らせないようにしようと。ただまあ3八飛車ですとね7三桂というような手と変わって、結局次に6五歩と同桂と攻められる手が残るわけですね。ということで私は先手番なので積極的にここで3五歩と攻めていきました。菊水櫓の弱点は桂の頭ですね、一つはね。で同歩に4五歩同歩3五角とね、ただ櫓と違いましてね、桂の頭は弱点なんですけれども、4五にね桂も飛ばれないっていうのは逆に菊水櫓の強みですね。で3四歩と受けて2六角と引きました。ここでね、4四銀と上がって受けに回る手もあったかなとは思います。4四銀に対しては3六銀と上がってね、さらに圧力をかけて次に3五歩と打っていくような攻めを狙うような感じになったと思います。実戦は6五歩と、攻め合いですね。で3六銀に6二飛車とね、非常に激しい攻め合いなんですけれども、ただねこの局面はもちろんこの飛車角が非常に効いて厳しいところなんですけど、先手としてもね後手の手7三桂とか2一玉とかちょっと間に合ってない手があるんですよね。間に合ってない一手ね。で先手も9六はつけてないですけど、この9六よりは7三桂とか2一の玉の方が指したい手なので、ちょっとねスピード的に若干勝ってる感じがあるかもしれないですね。でこの次の手攻めのポイントですよね。同歩と取って角を成らせて飛車を回ったりしてゆっくり指す手もあるんですね。これでも難しい勝負だと思います。ただこの菊水櫓を狙うのに、平凡な手ですと4五桂ですね。平凡というか自然な手は4五桂ですね。4五桂ですと同桂同銀に4四歩と打たれるような手で、意外とね攻めにくいですね。銀が下がっちゃうとねかえって止まっちゃうんでね。ですのでここで3五歩とね、ここの歩を合わせるのは結構ね矢倉ではない形ですね。矢倉なんです。ここにやっぱり桂頭が弱点なので、ここで歩を打つのが急所になります。これに対してね実戦は6六歩と1回取り込んで、これ取るとね2枚替えされちゃうんで6八金引きと引きまして、これで3五歩と取りました。次ほっといてね3四歩と取られちゃうと痛すぎますね。これはね同金ですと5三角成ですし、なので、3五歩と取ったんですが同銀と進出しましてね、これでね3四歩と打っても4四歩もありますし、同銀で構わず取っちゃえばいいんですね。で同金なら王手飛車とねぴったり攻めけると。ということで3四歩と打てないのでね3六歩は一番最善の攻めなんですが、3四歩と打って、3七歩成同角と。でこの時にですね一回角が下がって悔しいようですけど、これ香取りになるんですね、ぴったりね。で後手7三桂と相手が飛んだんですけど、やっぱり一手遅れてるってのお分かりいただけますかね。これ例えば出刀ですけど、これで飛んであってね同角という局面でしたら、後手の相手の方の番になるので、例えば6五桂打ちとか6七歩成同金3九角成って手が回るんですけど、ここでね香取りを防いで7三桂なのでね先手の番だっていうのが大きかったですね。一瞬桂損ですけどこの桂は取れますし、ここで慌てて桂を取るんではなくて4四歩と打つのが厳しい攻めになりました。同銀ですと同銀同金に5三銀とね、これは一貫の終わりです。で同金と取る手もあるんですが、同金ですとね同銀の時に8三金とここに金打つ手が厳しいですかね。これで、角を狙いながら飛車を狙って飛車を狙うとね1段目に飛車を打つ手がめちゃめちゃ厳しいんですね。この時も玉が2一ですと結構ここに打つ手形が厳しいんですけど、金を打ってね飛車角を狙っていくとこの王様を露出してるのでね、これも先手十分になります。実戦は4四歩に4二金引きと引いたんですけど、次の手がね攻めの決め手になりましたかね。2四歩と、これもねなっていく手もあるんですけどね、なっていってもあるんですけどスピード感なのがこの2四歩ですね。で同歩同銀と進出しまして、これ4四銀ですと2三歩と打たれちゃうんでね、2三歩と打つしかないんですが、3三銀成と手順にね0手で銀が切り込めてるのお分かりいただけますかね。単になるより銀がスルスルっと破れるリズムがいい。で同銀同歩成同金と受けたんですが、そうですねこの次の手がぴったりした手でしたね。結構際どいんですけどね、これも攻め足が一歩でも止まると例えば4四銀とか、6五桂打ちとか6七銀とかね後手に手が回るんですが、ここで6三歩がねこれが通打でしたね。これがぴったりの手で、同飛車ですと
5二銀とねここにえぐる手がありまして、これね飛車逃げるしかなくて歩成られるとバラバラして最後ね2三飛車成ってて、もう一歩千金と言っていい歩打ちでしたね。この歩が非常に厳しい手になりました。実戦は4二飛車とねこちらが逃げたんですけど、こちらの脅威が過ぎ去ったことと、あとやはり4三銀という打ち込みが厳しい手でしたね。同金上がる、同歩成となって、同飛車と取りたいんですけど、同飛車ですと3五桂がめちゃめちゃ厳しい手ですね。菊水矢倉の弱点ですね。2筋の歩が切れてるので、こういう時に攻めがぴったり決まってしまうと。実戦は同金と取ったんですけれども、2三飛車成とね竜ができたのはさすがに大きな戦果ですね。で、2二歩と受けたんですが、3二歩がね、これもまたぴったり、形勢が良くなると将棋が恐ろしいですね。こういい手がいっぱい出てくると。同飛車ですと金が取れると。で、玉を寄ったんですが2二竜と、作られた竜をね追い払うことができれば持ち直すこともできるんですけれども、このまま敵陣に侵入することができたので、はっきりね先手ペースと先手勝勢となりました。はい、先ほどね竜が侵入したところからもう最後の終盤のね決着だと思います。6七銀とね、もう受けが効かないですよね。竜に侵入されてしまって駒損も広がってるので、攻めて人たちという気打ちなんですけど、ここが決めどころですね。この時にいろいろ形勢がいいのでいろんな指し方あるんですけれども、すぐ取る手もあるんですが、ここで6四桂と打つのが決め手になりましたね。桂馬を打つことで、玉を逃げますか、あるいは同銀と取りますかという2択を迫るわけですね。実際は6三玉だったんですけれども、6四同銀ならば同角と自然に取っておいて、これが次に6二金までの詰めろですね。で玉がこう上がっても、6一竜と回れば、飛車も取れますしね、先手玉はまだ詰みません。これは一手一手の寄りになります。そして実際は6四桂に対して6三玉とかわしたんですけれども、かわした場合には6七金左と銀を取るのが決め手ですね。こう取りまして、さすがにこれは同歩台とね取るしかないんですが、そしてから6一竜と回ります。でこの手順がとっても大事でして、先に解説を前後するんですが、取ってから桂馬を打つと、この場合は同銀と取られる可能性があるわけですね。同銀と。で同角ですとね王手でと金で銀取られちゃうんでちょっと損します。ですので取る前に先に桂馬を打って6三玉とやってから、取るというのがポイントですね。で同歩成に竜を回って、で6二銀と受けたんですが、今ここで取った銀をね5二銀と打ちまして、で同飛車なら同竜で詰み、5三玉に、ここに逃げられちゃうと大変なんですけど2六角と、これがね気持ちのいい手ですね。6四玉には6二竜で詰み、実際は3五歩と受けたんですけれども同角と構わず取りまして、で、同角に、4四桂とね合いましたんですけれども6三金と打ったところで投了となりました。これはですね以下は結構簡単な詰みですね。同銀に同竜と取ればこの角でね脱出ルートを塞いでますので、詰みということで投了もやむを得ません。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、矢倉対菊水矢倉ということで、ジャンルで言えばね、相居飛車戦のちょっと力戦系、珍しい戦型になるかもしれないんですけれども、やっぱりね、菊水矢倉ってのは非常に手強い作戦です。で、私はあまりね、菊水矢倉を自分で指すことは少ないんですけれども、やっぱ相手にした時にね、菊水矢倉の理想形に組まれないっていうのはね、一つね、大きなポイントになります。なんとなくね、こう指すこともできるんですけど、なんとなく自然に指してたら気づいたらね、妙に攻めることが難しくなってたってことはね皆さん経験あると思うんですよね。ですので、どういったあたりをね工夫して指せば、相手の理想形を防ぎつつね、かつ自分が先に攻める形を作る、特に中盤ではねもう一手の違いによって、先に私が攻めることによってね形勢をリードすることができました。もちろんね、先に攻めるイコール勝つね優勢になるってわけではないんですけれども、やはり今局私は先手番ですしね、先に攻めるというのは一つのねなんていうんですかね、主導権争いにおいて一つ大事なことですので、どういったあたりのね手を工夫して先に攻撃地を作るのがいいのかってあたりも参考にしていただければなと思っております。この動画が良かったらという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さよなら。